皆さんこんにちは、こうやみです。今回はオーロラカラーのジェルネイルを使ってレジンにオーロラ加工を施していきます。オーロラカラーのジェルネイルって販売しているメーカーさんによってかなり違いがあります。今回は100円ショップダイソー、セリア、キャンドゥのオーロラジェルネイルを用意しました。合計5種類のオーロラカラージェルネイルを比較していきます。ぜひ最後までご覧になってください。セリアのシリコンモールド、チャーム型シェイプを使って土台を作っていきます。こちらのシリコンモールド、開封いたしましたら、モールドの半分の高さまで透明のレジン液を注ぎ込みます。レジン液をモールド全体に伸ばし広げるときはスティックなどを使わずにこうやって重力でレジン液を動かしてあげると気泡が入りにくくなります。全面にレジン液を伸ばし広げることができたらレジンライトで固めてきます。固めてくることができました。そうしましたらこのセリアさんのシリコンモールドやや光が通りにくいのでモールドをひっくり返して裏側からもレジンライトの光を照射します。固めてくることができました。で、しっかりと固めることができましたらセリアさんのカラージェルネイルオーロラを塗っていきます。オーロラカラーのジェルネイルを塗るときに一つ注意してほしい点があるのですが、オーロラカラーのジェルネイルの中にはラメやパール、ホログラムなどが入っていることが多いです。でこのラメとかパール、ホログラムは沈殿しやすいです。なのでこちらのカラージェルネイル使う前によくこんな感じでボトルをくるくるしてあげて中身を混ぜ合わせてあげましょう。しっかりと中身を混ぜ合わせることができたら初めてこちらのカラージェルネイル使っていきます。セリアさんのオーロラカラーはすっごい美しいんですよ。特に背景を濃い色にしてあげるとすごいオーロラが美しく輝きます。全体にまんべんなくセリアのオーロラカラージェルネイルを塗ることができたら固めてきます。固めてくることができました。そうしましたら今度は右側の方にダイソーのオーロラカラーのジェルネイルを塗っていきます。ダイソーのオーロラカラーは青みが強いのが特徴です。セリアさんよりも粒子の粗いラメが入っておりでラメ以外にも六角ホログラムも入っています。このセリアさんのオーロラカラーとダイソーのオーロラカラー過去に比較した動画も出しておりますので、もし詳しく違いを知りたいという方はこちらのサムネイルの動画をチェックしてみてください。こちらの動画ではセリアさんのオーロラカラーはこんな時におすすめ、ダイソーさんはこんな時におすすめということもお話ししております。全体にまんべんなく塗りつけることができましたらレジンライトで固めていきます。固めることができましたら透明のレジン液を重ねていきます。モールドの縁よりやや低い高さまで透明のレジン液を注ぎ入れます。全面に透明のレジン液を伸ばし広げることができたらレジンライトで固めていきます。固めることができたらこちらの英字シールを貼っていきます。シールを貼り付けることができたらこのシールが剥がれてしまわないように透明のレジン液を重ねます。全面に伸ばし広げます。シールの上に一層透明のレジン液をのせることができたらレジンライトで固めていきます。固めることができたら
硬化熱が冷めるのを待ってからモールドカラーレジンを取り外します。硬化熱が冷めたのでモールドカラーレジンを外していこうと思うのですが、めちゃくちゃ綺麗ねすごい綺麗だね。うわー、これがねダイソーさんのものになります。そしてこちらがセリアさんのオーロラカラージェルネイルになります。セリアさんとダイソーさんのオーロラカラージェルネイルを使ってオーロラ加工をすることができました。めちゃくちゃ綺麗だねそうしましたら、今度はこちらのキャンドゥのオーロラカラーを使ってオーロラ加工を施していきます。先ほどの手順と同じで、まずは透明のレジン液をモールドの半分の高さまで注いでいきます。実はね、このねキャンドゥのオーロラカラーのジェルネイル初めて使うので、すごいね楽しみにしていますどんな色になるだろうね、楽しみちょっとね蓋を開けて中を覗いてみたのですが、セリアさんともダイソーさんとも全然ね違うお色でした。使うのがねすっごい楽しみです。全面に透明のレジン液を伸ばし広げることができたら、レジンライトで固めていきます。表面だけでなく裏面もしっかりとレジンのライトを照射することができましたら、キャンドゥのカラージェルネイルを塗っていきます。こちらのブルーのオーロラカラーが一番気になるので、こちらは最後に使おうかなまずはパープルのオーロラを使っていきます。こちらのキャンドゥのオーロラカラー、見てください。先ほどのセリアさんとダイソーさんとは全く違いますよね。なんて表現すればいいんだろう。パールカラーが一番近いかな。でね、少しね角度を傾けると色がね綺麗に輝くんですよ。これはもう使うのがすごい楽しみ。どんな感じになるんだろうねこれ。先ほどまで使っていたオーロラは透明感が強いので全面に塗り付けましたが、こちらはかなりはっきりと発色してくれそうなので、全面ではなくて部分使いしていきます。あ、塗ってみると割と薄付きだね。この後ね、こちらにも英字シールを貼っていこうと思うので、英字シールを貼る予定の部分に塗っていきます。一度にあまりね厚く塗ると硬化不良を起こしそうなので、まずはこの程度で固めてきます。固めることができたら2度塗りしていきます。すごいね、いいお色だよ。気の済むまでパープルオーロラを重ねてきました。そうしましたら、お次はこちらのピンクオーロラを塗っていきます。こちらのピンクオーロラはこのねパッケージにある通り、ピンクと黄緑の2色を持つ不思議なお色になっております。なんかね、ピンクというお名前ですが、ピンクというよりラベンダーに近いお色だなと私は感じました。先ほどのパープルの隣にこちらのピンクオーロラも塗っていきます。お、先ほどのパープルより色がしっかりとのります。先ほどのパープルはね5回くらい重ね塗りしたかなですが、こちらのピンクオーロラは一度塗るだけで十分発色してくれます。でね、蓋を開けた時はラベンダーっぽく見えたのですが、こうしてねレジンの上に塗ってみるとしっかりとピンク色をしております。でね、このね筆を見ると黄緑がね目立っているのですが、レジンの上にのせるとパッと見だと黄緑は分からなくなって、少しね角度を変えた時に黄緑がキラッキラッと光るようになります。多分ね黒いベースにのせると黄緑が目立ちやすいのかもしれません。こちらのお色もレジンライトで固めてきます。固めてくることができました。ピンクオーロラは一度塗りでね十分色が発色しているのですが、少し塗りムラをつけたいので、塗りムラができるようにもう一度カラーを重ねていきます。固めてきます。固めることができましたら、このねカラージェルネイルを厚くのせた箇所、硬化不良を起こしていないかチェックします。
で、硬化不良を起こしていないかどうチェックするのかというと、こちらね、ピンセットなのですが、ピンセットでなくても爪楊枝などでも構わないので、上からね、ジェルネイルをキュッキュと押してあげます。その時にブヨッとする箇所があると、まだ中が硬化していないので、もう一度レジンライトに当ててあげましょう。このね、ピンクの方ね、少しね、硬化が甘いみたいで、ブヨッとしているのが分かりますかね。こちらもう一度レジンライトに当ててきます。しっかりと固めることができたら、次の工程に移ります。透明のレジン液を重ねます。なぜね、透明のレジン液を重ねているのかというと、この後ね、シールを貼っていくのですが、このままね、シールを貼ってしまうと、表面が少しデコボコしているので、表面を均一にするという意味で透明のレジン液を流し入れました。透明のレジン液を全面に伸ばし広げることができたら固めてきます。固めてくることができましたら、こちらの英字シールを貼っていきます。いい感じだね。ピンクオーロラにも貼っていきます。シールを貼ることができたら、このシールがね、剥がれてしまわないように表面に透明のレジン液を重ねます。透明のレジン液を流し入れることができたら固めてきます。固めることができたら、硬化熱が冷めるのを待ってからモールドからレジンを取り外します。モールドからレジンを取り外していきます。もうさ、どっちもね、すごい綺麗なのよね。ね、すごいさ、このパープル上品に輝いていない？そうしましたら、こちらのね、ブルーのオーロラでも同じようにオーロラ加工を施していきます。ブルーはどんな感じなんだろうね。このね、パッケージを見る感じだと、青紫とピンク紫の2色のカラーを持ったお色になるのかな。レジンライトで固めてきます。裏面もしっかりと固めてくることができたら、ついにね、こちらのブルーオーロラを塗っていきます。こちらのね、ブルーオーロラ、すごいね、楽しみにしていたんですよ、使うのを。うわすごい綺麗なお色だね。なんと言えばいいんだろう。水色かな？ちょっとね、ホワイトの入った水色っぽいお色なのですが、紫の粒子の細かいラメがキラキラと輝きます。ラメというよりパールに近いかな。すごい楽しみ。そうしましたら、こちらに塗っていきます。すごい楽しみだよ。でん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 。わおあ、いいお色。あ、いいわ。すごいね。いいお色。一旦固めてきます。固めることができたら、ムラがね、残るように何度もこちらのブルーオーロラを重ね塗りしていきます。あまり厚塗りしすぎると硬化不良を起こすので、そこだけね、注意してください。こんな感じでいいかな。最後の硬化をしてきます。しっかりと固めてきます。固めてくることができました。ムラを出したかったので、かなりね、表面がボコボコとしています。このボコボコをなくすために、透明のレジン液を重ねます。なんかね、レジン液を重ねたらね、すごいキラキラ輝き始めた。あ、綺麗。あ、すごい綺麗だわ。そうしましたら固めてきます。固めてくることができました。そしたら、シール貼っていこう。
どれ貼ろうかな。これにしよう。シールを貼ることができましたら、このね、シールが剥がれないように透明のレジン液を重ねます。全面にレジン液を伸ばし広げることができたら、レジンライトで固めてきます。少しこの英字シール斜めっちゃったね。こちらもモールドから外していきます。でね、モールドから外すことができましたら、ここね、少し削っていきます。で、軽くね、縁を整えてあげることができましたら、表面に透明のレジン液を重ねてぷくっとさせていきます。ちなみに先ほど削った後に削りカスしっかりと洗浄してきました。じゃーん、固めることができたら完成です。どのオーロラもすごい綺麗だね。ちなみにね、左上からセリアさん、ダイソーさん、そして下の3つがキャンドゥのパープルオーロラ、ピンクオーロラ、そして最後ブルーオーロラになります。セリアさんとダイソーさんのオーロラカラーの感想についてはこちらをご参照していただきたいのですが、今回ね、初めて使ったキャンドゥのオーロラカラー、一番ね、色の変化があるのはこのね、ピンクオーロラでした。これね、すごい色が変わる。ピンクと黄緑の色の変化がとっても楽しめます。そして私がね、一番楽しみにしていたブルーオーロラ、こちらはブルーと紫に変更します。そしてこのね、パープルオーロラ、色のね、変化は控えめなのですが、上品にパープルが輝きます。ちょっと色の変化を見ていこうか。これはベースの色がパープル、ラメの色もパープルで、こっちがね、ベースの色がピンク、そこに黄緑のラメっていうかパールかなを混ぜてあります。で、こちらがブルーのベースにパープルのラメが混ぜてあります。どれもね、すごい綺麗なのですが、オーロラ感が一番あるなと感じたのがこちらのピンクになります。でね、一番上品に輝くのがこのパープル、そして私がね、一番使いたいなと思うのがこちらのブルーになります。なんかね、たださ、色が違うだけではなくて輝き方が変わるので、このね、3色ね、全部集めた方がいいんじゃないかな。ちなみにね、こちらのオーロラカラーはこのように背景の色によってかなり印象が変わります。あなたは白背景と黒背景どちらがお好きですか？